激賞水産です。お世話になっております。ということで本日カットするフィッシュがこちら、入道カジカでございます。ブロブフィッシュっていう名前で有名ですよね。2013年に世界の醜い生き物を守る会的なところで世界一醜い生き物ランキング1位に認定されてめちゃくちゃ有名になった魚なんですよね。なんか世界一醜いってそこまでかなって感じではあるんですけど、確かにちょっとこう顔見てみるとすごい昔から思ってたのはカイジの班長っぽいですよね。ということで今日は北海道産のこの入道カジカ、唐揚げと汁物の2品でいただこうと思います。では早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、ということで入道カジカブロブフィッシュですね。まな板あげてはみたんですけれども、分かりきってたことではあるんですけれども、乗り切らないですよね。じゃあこっからどうしようかっていうところなんですけれども、当然ながらおろしたことあるわけないです。初見です。よろしくお願いしますって感じなんですけれども、まず一旦裏返してお腹から開けてっちゃいましょうかね。ついでにね、一旦顔見ますかね。こんな感じでございますよ。そんな世界一醜い魚っていうほど醜くもないとは思うんですけれども、よいしょ、一旦裏返しちゃってね。ということでなんか出てますね。あまり触れずにいくんですけれども、まずはねお腹を開けていっちゃうので、もうここら辺から包丁を入れちゃって、結構皮が硬っ。やばい、なんか出る、なんか汁が出る、やばい、頼む。床側には来ないで、一回ちょっとねそっちに向けて汁を出しちゃいましょう。すげえ、なんだこの汁。床にだけはこぼれないでほしい。はい、ということでお腹を開いちゃって、はい、ではこんな感じでお腹が開きました。胃袋なんかパンパンなんだよな。これ割ったら絶対めちゃめちゃ大惨事なやつ。一回これシンクの下に落ちててもらおう。ブロブフィッシュ10日。じゃあちょっとねこの中身ドローっと出していきます。なにこれ、待っておお、なにこれ。タコ食ってる。イカ、タコかな。ちょっとね中身全部一回出しちゃいましょうか。ダメだ、これ赤いやつだ。気持ち悪い。一見するとちょっとレトルトカレーっぽくもあるんですけど、黒い、気持ち悪い、やだはい、じゃあこちらはねもういいでしょう。さよならです。キモでね、これタコでしょうね。1234567、足8本ですからね、タコ食べてますね。ということでこの胃袋なんですけど、下処理としてこれをこうやって裏返していっちゃって、しっかりとこうやって包丁でしごいて粘液を取っていきましょう。はい、ではこちら胃袋の処理がしっかりと完了しましたので、ちょっとこっちのねバットに開けておきましょう。はい、ということでまな板には入道カジカ戻ってまいりまして、そうしたらねこの後なんですけど、エラだけちょっと外してっちゃおうかな。一旦こっち向けちゃって、ちょっとねこちらをザクザクっと外していっちゃいまして、なんか構造的にまんまあんこうって感じですね。ちょっとこのエラの根元のところに包丁を入れてっちゃってザクザクっといきます。でこのエラの根元の部分ですね、このつながってるところを外していっちゃいます。はい、ではこれでねエラとその付随物、なんかトゲトゲしたやつね取れたので、こちらは食べられないというかね、食べれば食べるんでしょうけど、ちょっと私は食べないのでさよならです。はい、ということでねエラが外れたので、そしたらこの胴体と頭に分けていきます。でその時このヒレがあるんですけど、ヒレの根元の筋肉がこう胴体につながってるんですよ。なのでここをね外していきたいんですけど、ちょっとね何しろ狭くて、こっからこう切っちゃうか。ここにザクッと入れてっちゃって、で反対側もね同じようにザクッと入れてっちゃいます。はい、じゃあこれでねヒレが1個取れました。反対側もね同じようにやってっちゃいます。ちょっともうこっち向けちゃおっか。しっかりと押さえて、よいしょ。はい、じゃあこれでヒレが2つ目取れました。はい、ということでここまで来たら、あとは本当頭と胴体を分けるだけなんで、頭の付け根のところですね、ここら辺
ここら辺からザクッと切り離していっちゃいます。骨は柔らかいんでね、あんまりここに関しては引っかかったりしないんですけど、はい、ではこれで入道カジカの頭が取れました。はい、ということでこっちの胴体の方は唐揚げにするので、じゃあその前にね、この辺の腎臓とかきれいに掃除してみましょう。はい、では腎臓やぬめりなどね、きれいに水洗いして落とすことができましたので、一旦ね、この辺の皮から切れ込みをスーッと入れてっちゃって、でね、腹側も同じように切れ込みを入れてっちゃいます。あとはね、大名でおろしてっちゃおうと思います。じゃあこの辺からね、ザクザクっと包丁入れてっちゃいます。骨自体はね、そんなに硬くないんで刃が通らないとかそういったことはないんですけど、何しろこのぬめりと皮のドゥルドゥルですね。あれ、骨切っちゃったかな、大丈夫かな、あ、大丈夫そうだ。よし、はい、ということで2枚におろしました。こちらでね、片身が取れましたので、この身を唐揚げにしていこうと思います。そしたらね、入道カジカ骨が柔らかいので、このちょっと太めの腹骨だけ外していっちゃいましょう。はい、では気になりそうな骨はね、だいたい取れましたので、これであとはもうブツブツっと切っていこうと思います。はい、では入道カジカの身がブツブツと切れましたので、こちらはね、少し水分を抜く意味合いも込めて、お皿にシートを乗せて、その上に一旦乗せちゃって、軽くね、塩を振って置いておこうと思います。では、あとはね、汁物に使うこの入道カジカの頭なんですけど、これもね、もう頭1個使ったら、それだけで鍋いっぱいいっぱいになっちゃうんで、頭半分、それでね、多分十分だと思いますので、頭をね、半分に割ってっちゃおうかなと思います。かぶと割りもね、ちゃんといけるかな、この辺から入れちゃって、あ、入るな、よし、サクッと入れていけば頭は割れるので、よし、これでじゃあ頭が半分に割れましたので、このね、半分の方だけを今回鍋に使っていこうと思います。では鍋にするので、これに関してはね、もうほんとブツブツっと切っていけば OK です。はい、ではこれで世界一醜い魚ブロブフィッシュ入道カジカの汁物用と唐揚げ用下準備が完了しましたので、あとはこの入道カジカを煮たり揚げたり、時には微笑みかけたりすれば完成です。では本日もいただきます。さて、入道カジカブロブフィッシュ、世界一醜い魚と言われる魚でございますが、お味はいかにっていうところですよね。聞くところによると普通に美味しいらしいんですよね。ということでちょっとね、唐揚げからいただこうかなと思ってます。こちら入道カジカの唐揚げ、ちょっとね、皮と身で分離しちゃったんで、それぞれ食べてみようと思うんですよね。まず身の方からいただきます。これはね、白身としてめちゃくちゃうまいやつ。ほんとあんこうみたいな感じですね。噛み応えっていうよりも口どけって感じですね。もう歯で噛まなくても舌で潰して飲めちゃうぐらい、そのぐらい柔らかい身質ですね。すごい上品な白身っていう感じで、味はめちゃくちゃ美味しいです。食感もすごくいいですね。皮のところをいただいてみましょうか。あ、これ皮のところうまいな。すごくね、見ての通りなんですけど、プルップルで、あんこうとかと比べてかなり皮が厚いんで、もちもち感がすごいです。この加熱した時の。衣がね、サクッと、噛み応えがもちもちと、で、舌触りがプルプルと、っていう感じで、すごいいろんな食感が楽しめるっていう感じですね。これすげえうまいです。ではね、汁物の方もいただいてみましょうか。こちらね、シンプルにネギと大根と味噌で、味噌仕立てで汁物にしてみました。もう言っちゃえば味噌汁ですよね。入道カジカの味噌汁、どんな感じの出汁が出てますかね。いただきます。これまた上品な感じの出汁が出てますね。ものすごく主張してくるっていうわけでもないんですけれども、白身魚のね、上品な風味が感じられて、これ見た目からちょっと想像できない上品な美味しさですね。ではこちら、肝ね、かなり立派な肝入ってましたからね、こちらもいただいてみましょう。いただきます。すんごい濃厚。ちょっとね、これスープに溶く感じで、これで飲んでみましょうか。
味わい全然変わるわ。すごい濃いんですけど、濃厚な味わいの割にこう肝独特の風味っていうのがそこまで強くなくて、すっごい食べやすいです。これうまい。ではでは本日も心でエナジー注入1本いただきます。美味しいございます。ではではあとはのんびりと味わっていきます。ではでは本日もごちそうさまでした。いやね、あとはのんびり味わっていきますとか言った後なんですけど、のんびり味わってたんですね。で、普通に最初のうち身もね、ゼラチン質が豊富で、皮ももうブルンブルンなわけで美味しいなと思って食べてたんですけれども、あれをね食べ進めてるうち、やっぱりあの量をちゃんと全部食べたんですけど、食べ進めていくうちにもうゼラチンで、もうゼラチンの過剰摂取っていう感じで、なんかだんだん気持ち悪くなってきちゃって、入道カジカすごい美味しいお魚ではあるんですけど、お腹いっぱいがっつり食べるっていうよりは誰かからちょっともらっていただきますぐらいの量でいいのかなと思いました。皆さんもね、入道カジカ食べる機会があったら食べ過ぎには気をつけていただきたいと思います。ということで、世界一醜い魚を好みに宿した激セマ水産をこれからもチェックしておこうという方は、チャンネル登録と高評価、動画の感想などコメント欄にいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。